私は今ルーマニアの首都ブカレストに来ております。今日はこれからブカレストの中心部を散策してみたいと思います。では行ってみましょう。今来ているのは国民の館とか議事堂宮殿と呼ばれる巨大な国会議事堂兼、政党オフィスの建物の前です。これは旧独裁政権のチャウセスク大統領が日本円にして約1500億円という巨額な費用を投じて建てた大統領の宮殿でありました。その後チャウセスク大統領が失脚してからは国会議事堂であったり、あるいは各政党のオフィスであったり博物館なんかもあるそうです。中には約3000もの部屋があります。両翼は275メートル、一番高いところで84メートルという規模でありまして、政府機関の建物としてはアメリカの国防総省ですね、ペンタゴンですが、ペンタゴンに次いで世界で2番目に大きい政府機関の建物だそうです。確かにちょっと今まで見てきた政府機関の建物とは桁が違う大きさですね。カメラでは分かりにくいですが非常に大きいです。今正面しか見えてませんけども、実はこれ上から見ると正方形に近い形になってまして、床面積で言いますとものすごく大きな面積になると思います。現在は国会議事堂であったり政党のオフィスになってますので中には入れませんが、近くまで行ってみたいと思います。入り口のすぐ横まで来ました。目測ですが建物まではここから約100メートルぐらいでしょうか。GoPro がワイドなので比較的小さく見えますが、白い石造りの外壁で非常に綺麗ですね。ではダウンタウンの方に向かいたいと思います。国民の館の前の公園を横切っております。ここからブカレストの中心部ダウンタウンまでは歩いてそうですね15分から20分ぐらいといったところでしょうか。私も知らなかったんですけども、このブカレストは東ヨーロッパ東欧のパリと呼ばれているそうで、街並みの雰囲気なんかがパリに似てるようです。昨夜少し夜の旧市街を歩いてみましたが、そういえばそんな感じもするなという感想を持ちました。国民の館から約15分で、旧市街と新市街ダウンタウンのちょうど間ぐらいの交差点に来ました。画面向かって右の方に行きますと観光名所にもなっている旧市街の方に行きます。で左の方に行きますと新市街のダウンタウンですね、まさしくブカレストの中心部になりますけども、そちらの方に続きます。まずは左の方ダウンタウンの方と、あとその周辺にあります政府機関の建物が集中する広場の方に行ってみたいと思います。昨日おとついは曇りがちな天気だったんですが、ブカレスト最終日の今日ですねは青空も出てきまして日も差しております。非常にあったかいですね。良かったです。
正面に見えてますのはおそらく劇場だと思います。上にテアトルオデオンというふうに書かれてます。この辺りが新市街ダウンタウンのほぼ真ん中にある交差点ですね。ここは何度か通りましたが、だいたいいつも渋滞してますね。クリスマスも近くなってきましたので、クリスマスの飾り付けがところどころで見られますね。ダウンタウンの中心部の交差点から歩いて数分ですねに政府機関の建物が集まる、広場のあたりにやってきました。広場のシンボルになってます当モニュメントですね。カメラを360度回してみたいと思います。この正面の建物はちょっとよく分からなかったんですが、想像するに外務省関連の建物ではないかなというふうに思います。そんなに規模は大きくありません。こちらが博物館ですね。おそらく国立だと思います。予備知識がないので誰だか分かりませんが、広場のモニュメントの横にも馬に乗った立派な方の銅像があります。銅像の方の下の台座に、キャロル一世と書かれてますので、おそらく中世ルーマニアの君主の一人だった方じゃないかなというふうに想像します。ちょっと分かりませんけども。博物館の門が開いてて自由に入れるようですので、ちょっと中に入ってみたいと思います。これも立派な建物ですね。先ほどのキャロル一世の銅像のすぐ奥ですね。この辺りが官庁街の終わりの辺りだと思うんですけれども、その奥に綺麗な建物がありまして、手前にはおそらくこれマスコミの車機材関係だと思うんですけれども、やはり政府機関の建物が集まっているところなので、取材が即応できるようにということなんだろうと思いますが、たくさんのメディア関係の車両が止まっています。だんだんとお天気が良くなってきまして、今は完全に晴れてますね。気持ちのいい日になりました。屋上にルーマニアの国旗がはためいている内務省の建物ですね。あれがひときわ大きくて立派ですね。
それではこの観光庁のある辺りから再び、ダウンタウンの中心部の交差点を通って旧市街の方に行ってみたいと思います。旧市街へ行く途中の道沿いに古い教会がありますので、ちょっと覗いてみたいと思います。レンガ造りの非常に重厚感のある、規模はそんなに大きくはありませんが、立派な教会ですね。こんな感じです。おそらく中に入れると思いますので、撮影ができるかどうかは分かりませんが、入ってみたいと思います。撮影は大丈夫そうでしたので、なんか撮りたいと思います。天井から壁にかけてずっと壁画ですねが施されてますね。正面の祭壇ですね。では出たいと思います。では旧市街の方に向かいたいと思います。再び新市街のダウンタウンの中心部の交差点に来てみました。やはり車も朝の通勤時間帯を少しも過ぎてますので、朝ほどは混んではいませんが、人の往来、車の往来が相変わらず多いです。この辺りの雰囲気を見てると、東ヨーロッパ、東欧のパリと呼ばれるのもなんとなくそんな感じするなというふうに思います。インターネットの記事なんかによると、実はルーマニアというのはヨーロッパの中でもかなり治安が悪い方の国だというふうに記載があるのをよく見かけました。そういうこともあって夜間外出するときは本当に注意していたんですが、これまで来た街と比べて、日中夜間問わず救急車やパトカーのサイレンの音がよく聞こえるなという以外にはさほど危なそうな雰囲気もなかったですし、危ない目にももちろん遭っていません。なので普通に
海外旅行をするときに注意するようなことに注意しておけば大して問題はないんじゃないかなというふうに思っているのが実感です。